はい、すごいですね。多摩モノレールを眺めることができるトレインビュースポットでございます。多摩モノレールが来ましたね。IKEA とね、多摩モノレールのコンビネーション。もう立川感あるな。一応座れるんですよね。こうやって座れるのかなこれ。裏側が1989年の地図で、その手前側が1994年の地図なの。面白いですねこれ。立川に修学旅行来てみたら立川すげえとこだわって集合写真撮ってる感じですかね。おしゃれスポットのね、グリーンスプリングス来ました。めちゃめちゃ広いんで、パン散歩にちょうどいい昭和記念公園のベンチでピクニックを楽しみましょう。この螺旋階段、これだけ見て立川のどこかちょっと当ててもらうっていうゲームしたら面白そう。はい、立川に水族館あるの皆さんご存知でしたか？ちょっとおしゃれ感出してきたみたいな感じで景観が広がってるんですよね、立川。はい、どうも皆様こんにちは。座れる休憩場所検索と Find My Town というサイトを運営しておりますペンタと申します。どうも本日もよろしくお願いいたします。今日はですね、立川駅に来ております。こちら立川駅は JR 中央線、南武線、青梅線、そして多摩都市モノレールが利用できる多摩地域最大のターミナル駅でございます。はい、こちら立川ですね、特徴結構ございましてですね、今日街歩きね、どうやって歩こうかなってちょっと思ってるんですけども、立川ですね、街こもりができるところかなと思います。街こもり、そうですね、この立川駅には駅ビルやら百貨店やら、IKEA とかニトリとかカフェとか公園とか全部駅から歩けるところに揃ってますので、そういった意味で本当にもう駅周辺で全部完結できるみたいな街なんですね。はい、なので前回動画を上げまして池袋でね、池袋ね、駅こもるっていうことで、池袋も結構駅周辺の百貨店とかでお買い物済ませるみたいな、そういったコンセプトで開発された街ですけども、立川もね、なんかそんな感じかなと思います。はい、立川はですね、通勤時間なんですけども JR 中央線平日朝8時ですね。これ新宿までが40分、東京が50分といったロケーションで、ちょっと都心が遠いんですよね。で、中央特快使いますとだいたい10分早くなって新宿が30分ぐらいのイメージです。はい、でですね、立川駅になりますので、あずさとか特急八王子とかそういった中央本線の、優等列車が全て止まるんですけども、平日朝6時50分発月曜日のあずさ、残念ながら満席です。はい、ということなんで、あずさ通勤をしたいって言ってもね、意外と席埋まってて、朝その PC カタカタしながら出勤したいっていうのもちょっとね難しいかなっていう感じですね。はい、ただですね、やっぱ立川駅ね、結構ポテンシャル多い街なんで、ちょっと今日はじゃあぶらり行ってみましょうかね。はい、どうぞよろしくお願いいたします。ということで今日はですね、北口から行ってまいります。はい、立川駅ですね、 JR 東日本管内でも乗降客数ランキング14位ですね。上野の次ぐらいの乗降客数ランキングを誇ってます。で、中央線でいうと3位なんですね。新宿、中野、立川みたいな、それぐらいの規模感がある立川駅でございます。はい、で立川駅ですね、結構北口側が、ね、栄えてるかなっていうところでございまして、なんで北口が栄えてるかっていうのも後で説明したいと思うんですけども、まず立川ですね、エキュート入ってますね。はい、エキュート、スターバックスとあとライフスタイル雑貨のやべ出てこないそう有名なチェーン店があって、であとはタリーズコーヒーとか、あったりしますね。はい、で、あと今見えてる北口側がルミネがあるんですけども、反対側のグランディオとか、アレアリアとかサザンとか、ね、じゃあちょっとねこう行ってみたらと思います。でこのルミネですね、大体主要なお店揃ってまして、でついこの前 GU がオープンしましたんで、GU の上の階にユニクロだっけながあるんで、
めちゃめちゃ利便性高いルミネなんですね。GU ユニクロ無印が入っている3連コンボのルミネでございます。はい。で、そうですね、いろいろちょっと喋ることあってどうしようかなと思ってるんですけど、とりあえず北口出ました。はい。こちらの北口デッキ、ちょっとねこの離れたところから見てみましょうかね。北口のこのアーチがね綺麗ですね。この、はい、朱色のね、アーチ、これが立川駅のねオブジェみたいな、感じですよね。はい。でこのですね朱色のアーチとその奥に見える多摩都市モノレール軌道が見えると思いますね。上北台から多摩センター駅まで、上北台から先はね延伸が決定しまして、八高線の箱根ヶ崎までね、延伸することが決まっております。はい。そんな多摩都市モノレールもちょっと後でまた話しますけど、立川駅のねこの駅名標が最近のその無機質な感じのデザインを組んだですね、看板に変わりましたね。はい。かつてはウィルなんていう、名前の駅商業施設だったんですけど、今ルミネということになりますね。はい。で、ですね、目の前伊勢丹とかですね、あとはこっちの通りですね、あけぼの橋の方に行く通りは、はい、ビッグカメラとかねあったりするんですけども、まずやっぱりですねこの立川のね多摩都市モノレールって結構この立川をちょっとこう見ていく上ではねなんか外せない要素かなと思いまして、で多摩都市モノレールをですねよく見える絶景スポットがあるんですね。はい。で、今日ねそのちょっと絶景スポットね行ってみたいと思います。はい。でここのペデストリアンデッキを渡っていくと、この右手側が立川北駅なんですね。立川北駅で左手に行くと立川南駅という形になります。はい。じゃあちょっとね絶景スポットまず最初そこから行きましょう。そういえばこの目の前ですね山田電機ありまして、ここかつての面影を知ってる人でしたら、いや第一デパートどこ行ったってなると思うんですけどね。はい。今はねこのタクロスっていうこのなんていうかな、そう立川タクロスっていうね名称に変わりまして、これもタワーマンション、最上階確か2億円ぐらいだったかな。でも今はもっと高いかもしれないですけど、はい。そんな感じのですね、ビルに変わりました。はい。第一デパートの頃はあれですね、当初、この辺はね米軍がたくさんいたんですけど、米軍のなんだっけダンプかなんかがこのビルにぶつかって、そこでなんかタンクのオイルで火災が発生して、その跡地に第一デパートできたって、確かそんな感じだったと思うんですけど、このなんかね下の通りあたり狭いドトールがあって、ちょっと込み込みのドトールあって、で上の方になんか鉄道模型だったかな、なんかそんなショップがありましたよね確かうろ覚えなんですけど、はい。そんな第一デパートはもうなくなってしまいました。はい、こちらですねタクロス広場ということで、私も座れる休憩場所検索っていう街中の座れる場所を、だいたい3800箇所ぐらい調べたやつを載っけてるんですけど、ここのタクロス広場は立川駅の待ち合わせとしてもね、いいところでございます。はい。で、この上にですねカフェレストってありまして、このレストの、ところちょっとペンダントライトが見えると思いますけど、あのカウンター席からこの多摩都市モノレールをねダイナミックに見ることができるんですね。はい。なんか今日やけにモノレール来ないですけどなんかねいつも頻繁に来るんだけどな、はい、ちょっとタイミングの問題かもしれないですね。はい。でですねその絶景スポットに今向かうんですが、ここね北改札っていうのが5年6年ぐらい前からオープンしましたね。であとこちらですね果実園のリーベルというところでございまして、これ池袋の晴れ座のところでもね紹介したと思うんですけども、もう本当にねフルーツでお腹満たしたいっていう時に
本当におすすめなね、フルーツもりもりなんですね、こうやってね。もうね、特に私一人暮らしなんでなかなかフルーツ食べることがないので、もうこういうなんか月1回とかでもうとりあえず果実摂取みたいなそんな感じです。でここなんですよ、ここ行きましょう。でちょっとね、リーベルのこの店内を通っていくので初見分かりにくいんですけど、ここにですね、展望スポットがあるんですね。はい、手動、はい、ここですね。はい、こんな感じのね景観が見えまして、だいたいこれグランディオのカフェドクリエ、グランディオのカフェドクリエ、あの辺の席から同じような景観見えますね。はい、そうですね。でここにちょっとね、屋上広場にベンチがございまして、いやここからね、多摩モノレールがね見えるね、トレインビュースポットでございます。はい、こんなに間近に眺められるとこって多分ないんじゃないかなって思うんですけど、どうですかね。はい。でちょっと先ほど申し上げましたけど、多摩モノレールがよく見えるのはこの山田電機に入っている、カフェと、あとは、ルミネのこの目の前ルミネですね。ルミネの、タリーズの端っこあたりの席、端っこあたりになんかテレワークブースみたいなのがある席か、グランディオのカフェドクリエか、あとは後でそのサンサンロードって行くんですけど、サンサンロードの、アダムスオーサムパイですね。そこが多摩モノレールビュースポットカフェみたいな感じかなと思いますね。ちょっとね募集します。コメント欄でぜひ多摩モノレール、いやもっと見るとこあるよみたいなとこありましたらぜひ教えてください。はい、コメント欄お待ちしてます。はい、立川北駅方面にねちょっとね戻ってまいりました。はい、これ目の前ですね伊勢丹が見えるんですけども、実はこの伊勢丹の位置ね過去違うところにあったんですね。これ伊勢丹2回移転してまして、最初はですねちょっとあっちの方のビッグカメラのところにね伊勢丹があったんですけども、ちょうど立川基地が返還された時に再開発がありまして、で、伊勢丹がですねこう手前に来た感じですね。で今伊勢丹の奥に高島屋があるんですけども、高島屋に行く時に伊勢丹の中通らないといけないっていうね、なかなかこれ高島屋にとって不利な状況で、まあそういったところもいろいろありまして、高島屋今ねもう百貨店営業をやめて専門店っていうかもうフロア貸しみたいになっちゃいましたけどね、そんなことがありますと。で、かつてですね高島屋ってあれなんですよ、今こう立川駅北口いるんですけども、ルミネのなんかこの辺りに高島屋があって、でそこからタクロス側に第一デパートがあるみたいな、感じで、伊勢丹が後で行きますけどビッグカメラとかあったんで、当初は高島屋がめちゃめちゃ売り上げ伸ばしてたんですよ。そうでそれでなんか再開発でこら辺にあった高島屋が奥の、ファーレ21地区ってあるんですけど、そっちの方に移転して、でこの目の前のとこ空いたところに伊勢丹がひょこっと来た感じなんですね。はい、そんなちょっとね商業的な歴史があったりします。はい、であとここにですね、こんな感じの風に向かってっていうですね銅像があります。少年のねこの飛行機を持ってるんです。これね風が吹くとですねこれプロペラこうくるくる回るんですね。はい、でこうやってねこのね、飛行機を持っていると。でこれ理由がありましてですね、ここ立川飛行機っていうのはね実はありました。はい、ですね月島にあった石川島製作所だっけな、石川島製作所みたいなそういった航空機メーカーがあったんですけど、それをですね立川に、移転してきまして、そこで立川飛行機ということでねやってきたわけでございますけど、当初は
民間のですね定期運行もしてたんですね。はい、定期運行便もやってたんですけども、そこから羽田の方に民間機は移転して、立川はもう本当に陸軍の、なんていうかな、もう軍事用のね航空機の拠点みたいな感じになったんですね。当初民間の航空機運営してた時は結構海外からもその、飛行機のなんつうかな、専門家っつうか、そういった権威のある方でも結構、立川に来て、立川世界的にもその、民間航空機の有名なとこだったんですけども、ちょっといろいろ陸軍が、この辺りはね世界大戦の時に、いろんな基地とかですねできまして、そこで変わってきた感じですね。はい、この多摩動物園のねラッピングした、モノレールとか車両とかありますね。はい、この辺のやっぱ景観近未来感ありますよね。はい、でここにですねカフェございます。クリムットという、カフェがございまして、ここを一回なんかリニューアルしてバーチカルブラインドを採用して、ちょっといい雰囲気になりました。ちょっと一回ね行ったことあるんですけどもね、結構落ち着いてるですね。なんか、落ち着いてパソコン作業とかでいろいろできそうかなっていうところです。なんかスコーンとかあったりして、結構ね駅近くの結構良さげなカフェかななんて、思いますよね。はい、じゃあちょっとこの伊勢丹の横のね道を、歩いていきますけど、ここのですね下にスターバックスが、ありますね。はい、スターバックスで、ちょっとなかなか立川も広いんでどう回ろうかなと思うんですけど、ちょっと降りてみます。はい、ちょっとスターバックスの前にこちらのですねスイーツ屋さん、ここ大体なんかねインスタで立川都内穴場のなんか美味しいスイーツ屋みたいな大体出てくるんですけど、ここフィナンシェが有名なんですよね。はい、フィナンシェ有名で、こういうなんかフィナンシェコンテとかいろいろこういうなんか種類があるんですけども、これとなんかねカフェコーヒーとか頼んでランチとかも楽しみですけど、結構店内ね落ち着いた雰囲気で、すごいね女子受けしそうな感じですね。僕はねちょっと入ったことないんで、行ったことあるよって人いたらぜひねコメント欄で教えてください。はい、焼きたてフィナンシェが食べれるところです。はい、あとここのねカンティナだっけな、ここは雰囲気はいいんですけど意外とリーズナブルな、イタリアンレストランでございまして、結構ねおすすめかなと思います。はい、でここのですねお寿司屋さんお寿司屋さんあったよね。あれお寿司屋さんなくなっちゃったっけ。吉野家になったのか。で右手がこれスターバックスがあるんですけど、当初はその都内の穴場スタバって言われてたんですけども、今となっちゃねめちゃめちゃ混んでますね。はい、ルミネにもスタバがあるんですけど、ルミネがもうめちゃめちゃ混むんで、だいたいこの伊勢丹のスタバに避難してくるっていうそういうケースが多かったんですけど、結構もうこのスタバもね人気があるといった感じで、この立川の朱色のアーチをね眺めながらまた行ってみましょう。はい、あとここの多摩川っていうのは結構これは西君たちにもあったかな、なんかこの辺りで結構見ますよね。こっから眺めるとなんか立川っぽいかもしれない。はい、この1階のところっていうかバスロータリのところはエプロントとスターバックスがあって、そうですね、続々とお客さん入ってきますけど、今日でも空いてるな今日は空いてます。はい、スターバックス
で、なんでこっちの方来たかというとですね、そうかつてこのかつてそのエプロントとかクリスピークリームドーナツでめちゃめちゃ混んでたんですね。はい、クリスピークリームドーナツでルミネの中にねジェラピケのカフェがあるんですよ。この前ちょうど池袋のジェラピケのカフェ見たと思うんですけど、結構そういうなんかおしゃれなカフェが立川にね来るんですよ。はい、ジェラピケのクレープ食べたことある方はぜひコメント欄でお願いします。はいっていうことなんですけど、さっきのねクリスピークリームドーナツとジェラピケもそうなんですけど、東京の東側で流行ったやつをよっしゃ西側に持っていこうってなった時にだいたい吉祥寺か立川に出店するんですよね。はい、で吉祥寺立川で人気出たらもう多摩地域も網羅するみたいなそんな感じだと思うんですけど、そういった意味で結構その都心で流行ったのが立川に来やすいっていうのが、また一つこの立川の街の面白いところなんですね。はい、じゃあですねファーレ立川方面にねちょっとまた歩いていきたいと思います。はい、こっちの方ですね OS ドラッグっていうちょっと、今となっちゃ結構メジャーになっちゃったかもしれないですけど、この格安ドラッグストアの OS ドラッグがありまして、この上にですねちょっとなんかラッパみたいなの持ってるちょっと銅像が見えますかね。はい、こんな感じで結構立川ですね銅像ありますっていうかやっぱアートな街なんですね。パブリックアートすごいねある街で、ちょっとそれファール21地区行ったら分かると思うんですけどまた紹介します。はい、で、ここにあった吉野家が移転したんですよね多分ね。ここのなんかちょこっとしたところ吉野家があってそれが抜けたのか。はい、で、ビッグカメラがあって、このビッグカメラはサイゼリアとかセリアあるんで、ちょっとセリアね遠いんですよね。7階までちょっとセリアね距離あるんですけど、セリア行ったらそのフロムチューブのダイソー行くとかね、そんな感じです。であとそこのねモノリスビルのところに、ハンバーガー屋さんがあったんですよね。ブルドッグみたいなやつ、あれ結構私好きだったけど、ターリー屋っていう、これもチェーン店ですね。インドカレーのチェーン店になりました。はい、であとねそこのイーノビルってあるんですけど、ここロフトのビルだったんですね。はい、ロフトはもう結局今だからルミネにね今もう集約されちゃいましたけど、ロフトビルなんか大宮の時もね、大宮もほら東口にロフトのビルがあったんですけども、それも確かなくなっちゃいましたよね。なんかね、っていう感じで今はもうブックオフとそんな感じです。はい、これ金城さんの絵ですよね。From Tube ね To the World。 From Tube は結構こうなんか立川地元感ある、商業施設なんですけども、From Tube のチューブっていう由来が中野さんと武蔵野の頭を取って頭文字取ってチューブというのと、あと武蔵野の中央っていう意味でチューブ、2つの意味があるのかな。ちょっとどっちが、正しいのか私もよく分かってないんですけど、はい、From Tube っていうのがございます。でここはなんかね訳ありアウトレットコーナーみたいなのできて、そうなんかそんなねとこもできました。はい、なんかアウトレットグッズバーッと集めたみたいな感じ。ここでですねあけぼの橋という、大きい交差点になります。はい、であけぼの橋っていうですね名前なんですけど、なんか橋っぽいのは今見当たらないんですけどもね、実はここ東西に伸びるのはこれ緑川通りですよ。緑川通りっていうんですけど、ここですね暗渠の上に通ってるんですね今で。かつてここに緑川っていう川があって、そこにあけぼの橋で橋が、かかってたんですね。でこれはですね飛行場がねあったんですけども、大雨とか降った時に飛行場が3つ浸しになっちゃって洪水みたいになっちゃって、なんかその水はけが悪いってことで、なんかこの辺ちょっと採掘して緑川っていうのを作ったんですけども、
そこにかかってた橋があけぼろ橋ということです。はい、で向こう側はねドン・キホーテがあったりとか、あとはそのあれだ、エアポートか、成田空港とかはまっすぐ行ったところに、バス停がありますね。はい。大体ここのまっすぐ行って右手に入っていくと、ちょっと繁華街が、ある感じですね。はい。でちょうどいいところに地図があるんですけど、今北口出てきましたね。はい。でちょっとこの辺回ってきましたと。で当初ですね1889年に中央線の前身であります神戸鉄道を開業した時に新宿から立川間が開業したんですね。でその時にこの蒸気機関車を洗浄したりとか、何かしらこの水が必要になってくるんですね、鉄道を運営するにあたって。で、ちょっとこれだと見にくいんですけど、これでもちょっと分かりにくいかな。このもう少し北行ったところに玉川上水っていう、上水がねあるんですね。で玉川上水がありまして、でこの下が柴崎町ってあるんですけど、柴崎分水っていうのを玉川上水が取水してたんですね。取水してて、で柴崎町の生活用水として使ったんです。でその鉄道を開業した時に、じゃあその列車に使う水をこの柴崎町の柴崎分水から取ろうとしたんですけど、どうしても柴崎分水は生活用水路、生活として使うので、ちょっとそれ勘弁してくれっていうことで、そうこうしてるうちに北側にあった砂川っていうんですけど、砂川村がその玉川上水の水使っていいよっていうことになって、でその玉川上水の水を使うことになった経緯から、北口側に駅の出口を作ったんですね。はい。で南口ができたのは1930年ぐらいなんで、やっぱり駅の出口ができたっていうところから、やっぱり北口がすごい開発が進んだんですね。そういった意味でこの北口はなんかいろいろ百貨店とか、駅ビルとか、あと後で紹介しますけどグリーンスプリングスとかIKEAとかいろいろあるわけですね。映画館があったりとかで、そこでちょっと南北格差みたいなのがちょっとできたんですね。はい。なので北口の方がちょっとね栄えてますよっていう、そんな感じですね。であとここにですね、警視庁玉川総合庁舎とか、あと陸上自衛隊の駐屯地とかあるんですけど、この辺りはかつてのその米軍とかねいたところ返還されて、そこは公の施設とか、そういったものがこの辺は、再開発として利用されているみたいな、感じです。はい。だこの辺り住むところって言ったら本当にこの高松町とか、あとここですかね、高松町とかこの辺に住むことになるのかな。北口だと、南口だと割とこの辺だったら結構落ち着けるかな。この辺はちょっと JRA とかってあれなんですけど、そんな立川の概要です。はい、ちょっと信号渡ってね見ました。この左手側の、ちょっと和食レストランなんですけど、ここ落ち着いてて好きなんですよ。広くてねすごいボリュームも充実してて、私結構おすすめです。はい、ランチとかね、ビジネス定食と結構850円ぐらい食べれたりして、で中もこうお座敷な感じで、結構私は好きかなっていうところですね。であとこの右側にその吉祥寺菊屋、食器とか売ってるのがあったんですけどなくなっちゃいましたね。菊屋の上のカフェもなかなか渋くてよかったんですけどね、なくなっちゃったみたいですね。はい。でここはなんかミライズっていうなんかおしゃれコワーキングスペースみたいにできて、ここもね私も作業したいなとちょっと検討してるところですね。かつてこの辺は映画館がね10館ぐらいあったんですね。はい。もう映画の街として結構栄えたんですけど、今は
シネシティと、あとは高島屋にも映画館入ってますね。紀ノシネマみたいな、紀ノ国屋のと、あとサンサンノードのところにもちょっとあるんですけど、はい。でですね、その先ほどちょっと立川アートの街ですよって言ったんですけど、あ、そうだ、その前にごめんなさい、シネマシティのこの横のマザーオリエンタルっていうんですけど、ここマザーズオリエンタル、ここねすごいいい感じのねレストランでおすすめですね。立川デートとかで使いたい感じのところで、そう結構ね土日は予約いっぱいになる感じなんですね。はい。そんなレストランがありますと。でここはシネマシティで映画館ねやってますね。はい。でちょっとその、冒頭でアートの街ですとちょっと申し上げたんですけど、実際アートちょっとね見てみますか。はい。もうねファーレ立川でこういろいろあるんですけど、こんななんかね街区のところにたくさんアートがあるんで、はい、もうなんか目の前にこのなんかメガネみたいなのあるんですけど、はい、パブリックアート一つですね。はい。はい、ちょっとねアートの街ということでアート巡りもねしつつ立川行きたいんですけど、ちょっとこれねマイナーなアートで多分立川住んでる人あんま来ないんじゃないかなっていうアートはねここにあるんですね。自然は微笑まず人は微笑む。はい、こんな感じのねアートがございます。はい、どうでしょうか。じゃあちょっとここからまた見ていきましょう。これもなんかあれですね、木を再現したようなアート。これもなんかアートっぽいよな。なんかこれもねなんか謎アートですけど、あと私の好きなベンチこちらですね。いやこのねなんかグレーチングとベンチみたいななんか素敵ですよね。こんな感じで、はい、この辺ファーレ立川ってね言われたりしますね。はい。そしてまだまだねアートが続くんですけど、でもねパブリックアートがこれだけ充実してる街って、最近瀬戸内海のアートとか結構ね盛んですよね。盛んですけど、こういうなんか普通の都会の街でこんだけアートがあるっていうのは非常にね面白い、試みだと思いますし、しかもその立川ならではって感じですよね。これペンギンかな。これのなんか螺旋の椅子とかね、これ素敵ですよね。これパブリックアートで座れるみたいな感じになってますね。本当ビルで、あと面白いのが車止めのアートがあるんですけど、そうこれ面白くないですか。これ立川アートね。これ本当に車をこうなんかね真ん中でこの切断して断面をね見れるっていう。いやこれしかも一応座れるんですよね。こうやって座れるのかなこれ。一応ね入ります。私175ぐらいありますけど入りますね普通に。面白い。でここでなんか
後ろね子供座って前なんかお父さん座るとか、なんか絶対楽しいなと思います。こういうなんかなんか楽しみと発見がある立川のパブリックアート。あと私このねベンチも好きなんですよ。これ私もね365日ベンチっていうインスタグラムで結構投稿してるんですけど、これ載せてますね。はい、ワンちゃんとねお散歩中に休める。もう少しこの座面が広ければこのジグザグで互い違いに座れるんじゃないかみたいな、こういったちょっとねベンチ、はい、で目の前これ立川中央図書館になってまして、2階建てだったかな、中入って階段上がったところにね大きな図書館あります。なんかパソコンも広げられるスペースができたらしいですよ。はい、で目の前の大原学園あってハローワーカスの後ろですね。はい、ここのパレスホテルがこれね閉館しちゃったんですよね。いや立川のシンボル的な感じですよね。これファーレ立川の開発ね、やっぱパレスホテル外せないなってとこあったんですけどね。はい。であとはこの昔っていうか前はほらスキー場冬のなんかスキー旅行行くとかってなんかバス停の中なんだ高速バスのパンフみたいのあったと思うんですけど、立川発だと大体このパレスホテル前だった気がしますけど、ね、このパレスホテル前でなんかスキー板とか持ってここで集合して、ここからもう志賀高原まで行って朝6時ぐらい志賀高原着いてもうぐったりしながらスキー楽しんで日帰りで帰るみたいな日帰りっていうかその日のうちに帰るみたいなね。はい、ということでここもね高速バス出てるんで、京都大阪神戸三宮、はい、空港も出てるんですねここね。はい、ということでやっぱりそれのねなんか象徴的なのはこのパレスホテルだったんですけど、はい、ちょっとショックだな。これがねどう再開発されるのか楽しみですよね。総合案内図みたいなのがここにあるんですね。いやこれもねこれも素敵じゃないですか。これね夜これ光るんですかね。どうなんだろう、詳しい人教えてください。みかんかオレンジの切り身のとこに電極挿して電気が通るかみたいな、なんかやった気がする。そういう感じかな。セントラル劇場、立川中央映画劇場、立川松竹映画劇場ってあって、やっぱこの辺本当にもう劇場がいっぱいあったんですね。これなんかちょっと昔の裏側はこの昔のあれなのかな、書いてあるのかな。裏側が1989年の立川になってるんだ。裏側が1989年の地図で、その手前側が1994年の地図なの。面白いですねこれ。本当もう立川長く住まわれている方とか学生時代立川いたっていう方はこれとなんかこう対比するとなんか昔のね思い出しますよね。これもなんか絶妙な角度で支えられているびっくりマーク。はい、こちらがですね立川に修学旅行来てみたら立川すげえとこだわって集合写真撮ってる感じですかね。はいやべ立川ニトリと高島屋あるよみたいな集合写真。はい、これもアートの一種ですね。ナイジェリアでしたっけ、ちょっと私もねうろ覚えなんですけども、はい。でこちらのねベンチもねこれも素敵ですよね。このベンチはですね多摩センターの回で紹介しましたベネッセの前にあります。はい、ベネッセの前にも同じような、デザインのオブジェがあるんですけども、ここはねベネッセコンポレーションということでね、ここねなんかオブジェがねこう立ってますね。こう特徴的なね、これなんかですねなんか立川のね前にあるような、そういったね、デザインのオブジェみたいな素敵なパブリックアートということで、ちょっといろいろあれですね、そろそろアート巡りいいから街見してよって言われそうなんで、はい行きますね。はい。
なんかこれもいいですね、階段途中で終わってるみたいなね、ありますよね、そういう名前出てこない、なんかそういうなんていうかな、なんか意味のない建造物みたいな、なんかそういうワードありますよねそう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 、はい。じゃあちょっと街巡りスタートします。はい、立川北駅前に出てきました。ここですね、目の前まっすぐ広がったです。これですね、三々ロードっていうですね、はい、ちょうどこの多摩都市モノレールが高松駅の方にまっすぐ行く軌道に沿って都市軸としてですね、ここ、歩けるところっていうか、歩行帯になってます。でこの右側の高島屋がですね、これが百貨店営業をねやめちゃったってことでいろいろ物議醸したんですけど、今となっちゃね、オーケストラできたんですよね。はい、高島屋にオーケストラ、もうでもね銀座のオーケストラもあるんで、ちょっとインパクトはだいぶ薄れましたけど、オーケストラがね百貨店入ってる。であとは、サブウェイもね、やっとサブウェイ来ましたね。多摩センターのサブウェイ潰れてちょっとショックだったんですけど、確かにサブウェイ来てちょっと多摩エリアホッとした感じこれ完全に個人的な感想なんですけど、あとはま寿司とセリアと、あと、ゲームセンター入ってますね。ゲームセンターとでっかい純駆動書店と、あとニトリ入ってるんで、いやもうね控えめに言って結構ね最強になったなと。でこちらオーケストラが入る前はこっちの方に北口のさっきのタクロスのところにある、肉のハナマサぐらいでしたよね、スーパーって。あとドン・キホーテぐらいだったんですけど、ここにオーケーができて、ちょっとその住みやすさっていうのも変わったかなと思いますね。はい。でこの上ですね、屋上、お庭って屋上あって、なんかパレット型のスツールがあったりとか、結構ね楽しめるようなスペースにもなってますね。はい。なので後でちょっと行きますけど、IKEAあるしニトリあるしでルミネにユニクロと GU 無印入って、あと足りないのはスタンダードプロダクツぐらいですかそうですね。だからもう本当にね、もう新宿とか行く必要がないっていうか、もう立川でオール完結みたいな、そんな感じですよね。だから冒頭で私町こもりって言ったんですけど、立川でもう引きこもれちゃうと思います。はい。はい、それでは三々ロードをね、このまっすぐ歩いて、最近の話題、最近っていうか2020年ぐらいでしたっけ、グリーンスプリングスっていうところもできたんで、ちょっとそこまでね行ってみたいと思います。はい。この多摩都市モノレールね、まっすぐついてますけど、もともとこの左側に立川のその飛行場の格納庫がこう並んでたんですね。格納庫並んでるとこに沿って今ほら多摩モノレールがこう軌道があるみたいな感じですね。で多摩モノレールのこの車庫が高松駅から左側の泉町のとこの団地のとこに多摩モノレール本社と車両基地があるんですね。団地のね本当に囲まれた真ん中に車両基地があって、なかなかね変わってるんですけど、はい。前なんか一回ウーバーイーツやったことあって、その団地のところで届けに行った時に、こんなところに多摩モノレールの車庫があるみたいでちょっと感動したんですけど、普通の何も用がない時はもちろん入っちゃダメなんでね、住民の方優先ですね。はい。でこれがシネマ2ですね。はい。シネマ1が先ほどの、大通りのところです。はい。でちょっと喋りすぎたんで今のど飴を舐めてます。はい。でこちら左手側にあかりカフェっていうのがございますね。でカフェはですね、あかりカフェとグリーンスプリングスの中と1階のベーカリーと、あと奥に行ったところに、もう1個カフェがあります。そしてあとは IKEA レストランカフェみたいな、あと右手にパイのお店がだいたいカフェリストで、この左側行くともう、昭和記念公園です。はい。だもうこの辺全部なんていうかな、歩いていけるんですよね。でこのもうなんかも
おしゃれスポットのねグリーンスプリングス来ました。はい。でこのグリーンスプリングスの上ももちろんいいんですけど、1階にもいろいろねお店があって、素敵なんですね。でここのアールベーカーのパン屋さん、ここも結構人気で、ここで、パン買って昭和記念公園で食べるみたいな、そんなのもいいですし、あとここカフェになってですね、アールベーカーのチェーン店でした西武池袋線の桜台とかで見かけましたね。あとなんか、結構ねちょくちょく見かけるんですけどね。はい。であとここのですね雨風っていうここのなんかいろんななんかカルディ的な感じですけど、すごいね面白いお店なんですね。いろいろねお菓子とか、あと奥にコーンフレークのビーンズっていうか、なんかねボトルの蓋開けて自分で好きなだけこう取っていくみたいな、くるみとかひまわりとかがあったりとか、ワインもね売ってるんで、結構ね面白い。ここの上にありますパイのお店がありますね。はい。このパイがね美味しいですよ、すごい。この、アダムスオーサムパイってあるんですけども、ここは1階からエスカレーターに上がっていくんですけど、ここすごいで、ここからこの多摩モノレールこう見るんですね。はい、テラス席からこうやってね、見ることもできるんで、なかなかね面白いいいとこです。はい。じゃあちょっとなかなかすいません、グリーンスプリングス入れてないですね。あ、思い出した、ノースリンクカフェだ。ここの右行ったところ、ノースリンクカフェっていうのはちょっと後でまた紹介しますけど、いやなんかはい、こんな感じで、ここはタイ料理屋さんとか、あとはスノーピークのねお店、上にもなんかテントグッズ屋さんとかあるんですけど、これは高級家具ですかね。はい、でこの右手側がハローワークになりました。ハローワークね、かつて南口の遠いところだったと思うんですけど、南口ですよね。それがもうここの地方合同庁舎と一体になってね、だいぶ行きやすくなったかなと思います。はい。ここのごめんなさい、台湾っていうか餃子スタンドでしたね。ここもねちょっと気になるんですよ。餃子 to go、 焼き餃子、水餃子、パクチー餃子、こんな感じで立川駅をねこうまっすぐのびのびと歩けてね、いいとこなんですよね。こう人はそれなりにいますけど、なんかこう広いんですよ、道幅が。だからこうなんかストレスなく歩けるっていうのはすごくいいですよね。はい、それではこのおしゃれスポットのグリーンスプリングスちょっと潜入してみますか。はい。ですね、こういったちょっと広いとこ出ましたね。フラワーショップみたいなのありまして、すごいですね。丸ごとトマトとなんかモッツァレラのカプレーゼとか、こういった感じの広々としたところです。でこの右側村子っていうのは、これキャンプグッズですかね。秩父だったかな、アウトドアのお店が出店してきたっていうので合ってますかね。確かそんな感じだったと思うんですけど、こういった中央線の駅徒歩5分のオアシス、はいですね。この辺のなんか噴水の方もいろいろちょっとバリエーションに富んでまして、
ね、なんていうかな、いろいろねこう制御されてね、夜なんかもいい感じにライトアップされて綺麗ですよね。はい。でこの敷地内にはたくさんテーブルとかチェアがありますんで、私もね座れる休憩場所検索とかでいろいろ紹介してるんですけども、テイクアウトしたものを食べたりとか、そういった時にね、楽しめるようなスペースも、はい、ございます。このテイクオフサイトっていうのは奥にプロペラ機の、ね、展示とかあったりして面白いですね。はい。でここの SEC という、ここのレストランもね結構、美味しかったですね。はい、いい感じのところで予約必要だったかなと思います。うん。はい、あとこちらはバスケットみたいのをね持ち運ぶことができるんですね。奥にこういうバスケットが吊るされてるんですけど、これで昭和記念公園の方にテイクアウトして、公園で楽しむみたいなね、そういうのもね、できる。でこちらの右側の方が1階のところがこうなんかちょっとテーブルがありまして電源も取れるんですね。なのでここでちょっとパソコン作業とかしたことありますけど、リビングルーム E というちょっと名称がついてますけど、ここでちょっとテレワークしたりとかね、そういうのもできますし、あとはこういったなんか雑貨屋さんとかね出店もあったりして結構楽しいですね。こちらのねグッドサウンドカフェ、グッドサウンドコーヒーね、ここも素敵ですよね。うん。これなんかやっぱコーヒーを出してちょっとこの開放感のテーブルでパソコン片手にコーヒー片手です。コーヒー片手にパソコンねちょっと作業するとかもいいですし、あとはグッドスプーンね、グッドスプーンがありますといった、そういうなんかおしゃれめなトレンドはねここら辺でいろいろあると。であとここの、ラスト立川、これが植物をねいろんな扱う素敵なねお店でございまして、横浜にも店舗があるんですね。横浜にも店舗があったりして、で結構ね、こうちょっと店内素敵な感じでいろいろ観葉植物とか、あとはそのなんですか、苔のなんかこの扱ってたりとかして楽しいかなと、思います。はい。やっぱ緑がねあるとだいぶ集中力っていうか安らぎとかね与えてくれますよね。だから机とかにもちょっとこう観葉植物を置いたりすると変わってきますよね。はい。あとここの3階ですね、スタートアップの、創業ステーションとありまして、ここ無料のコワーキングスペースがあります。私もたまに利用はしてたんですけど、こんな感じですね。スタートアップハブ東京ってのがありまして、ここですね、創業ステーションということで、ここいろいろなんか企業とかそういったところのご相談とかもね、プロのマーケターに聞きたいとか、そういったところもね使える施設があります。あと東京の丸の内の方にもありまして、丸の内のですね丸の内中通りから入ったところの記念館というか、記念館だっけな、ちょっとごめんなさい記念館、中にこういうなんか記念館の入り口みたいなのがあって、そこの地下1階かな、なんかそこら辺にもあります。スタートアップハブ東京丸の内バージョン。はい。じゃあ今度こっちの方行ってみましょうかね。でもこういう本当緑と、あとちょっと小川が見えないですけど流れていまして、いや本当立川ね、都会に疲れた時に来たいとこですね。なんかちょうどよくおしゃれでちょうどよくいろんなお店もあるみたいな。はい。でこちらですね、見えますか、ヤギさんがね書いてあるんですよ。ヤギさん、はい、わかりますかね。ちょっとこの辺なんかヤギさんっぽいシルエットですけど、はい、なんでかっていうとですね、ここもともと草っぱらだったんですよ。
草っぱらでヤギがねたくさんいたんですよね。だいたいこの立川から IKEA に行く途中はヤギを眺めながら行くみたいな、そういったねちょっと楽しみがあったんですけど、そのヤギはやっぱその除草っていうかその草を食べてくれるんで、このちょうど立川飛行機っていうかつて会社があって、今立飛ホールディングスっていうんですけど、立飛ホールディングスの土地のところにこうヤギを放して、で除草作業してもらってたみたいなね感じで、この辺はちょっと広大な、草地だったんですけども、そこでヤギさんが大活躍したということで、こういうちょっとポールにヤギのね絵が残ってたりします。今そのヤギさんね、なんか多摩センターの方かな、なんかちょっと多摩の方出張行ってるみたいですけど、はい、そんな感じです。でここがですね空のホテルですね。ここの屋上にインフィニティプールでしたっけ、なんかちょっとウェイ系のこのなんていうか、マリーナベイサンズみたいなこの縁のとこにこう水面が広がってるなんかプールって言ったらいいのかな、あったりして、でここは将棋のね、藤井聡太さんとか、そういったところの試合っていうかね、そういう対戦もここで行われてたということで、結構立川のねそのシンボル的なものになりつつありますね。はい、こんな感じのね、一泊確かすごい高くて、私はとても泊まれないんですけども、はい、素敵なねホテルができましたと。ここですね、恐竜が闊歩します。はい、たまにねティラノサウルスが現れるんですよ。こんな感じの。はい、ちょっと写真上げときますけどそう恐竜がね出没したりとかね、します。はいでそうですね、あとカフェ1個紹介忘れてたんですけど、そこの角のところにもねカフェがねありますね。そういえばねなんかアメンボみたいなねテーブル、すごい私可愛いなと思ってます。はい、ここのグリッターでしたっけね、ここのカフェは結構ね落ち着いてていいかなって思います。ちょうどね昭和記念公園の入り口が目の前のとこなんですけども、そこからこう上がってきて、ちょっとここでほっと一息つくのがいいですね。ケーキセットとかもすごい美味しいんで、こういうなんかね思い過ごせる空間っていうかね、そんなね特徴があるかなと思います。はい。でこっちの方行くとですね、また原っぱみたいなとこありましてね、ここはワンちゃんのお店で、この辺もなんかこのね水辺があったりしますよね。本当ね。はい。ここも、カフェね、スープセットみたいな、パンとスープとみたいな、感じのもあった気がするな。グラタンもあるんですね。ここもね落ち着いて過ごせますし、ジェラートもいいですね。これから暑い季節になってくるとジェラートもいいと思います。あとこのリビングルーム W、 ここも普段はこうやってテーブル開放されてまして、パソコン持ち寄って、テレワークとかもできるんですけど、結構土日はイベントとかやってたりするんで、そういう時はちょっと使えないんですけどね。この右手の奥にトイレがあります。はい。で、あとこちらの左手がプレイパークっていうことで、ここはちょっとね有料の施設になるんですけども、お子さんがいらっしゃる方であれば、なんかこういろいろねターザンしたりとか、なんかすごい楽しめる感じですよね。こうなんかいろいろね展示とかもやってるんで、
その時期によってはいろいろね楽しめる感じですね。はい、こんな感じプレイですね。ここ結構気持ちいいですよね。夏後半ぐらいになるとここにシアターやるんですよ。屋外シアターみたいな。で去年がトップガンやったんですよね。もうおじさん歓喜ですよ。でトップガンやってマジで立川のグリーンスプリングスでトップガン屋外シアターってなかなか熱いなって思いましたね。はいね、恵比寿とかでもこうなんかガーデンプレイスとかでもね屋外シアターとかあるんですけど、この立川でそういうなんかねシアターも見れるみたいな、夏の夜をねなんか楽しもうみたいな、そういったところもねすごいいい取り組みだなと思います。はい。でここなんか気になりますよね。ここ上行くとどこ行くんだろうみたいな。どうします？ちょっとねわかりました。行きます。はい。多分視聴者の皆さんもこう言ってほしいと思うので行きますね。はい。ちょっとね何があるかはまだお楽しみということなんですけど、ここのだんだんのね、ステップガーデンみたいなちょっとこう上がっていくとね、またその立川いいなって思えるようなとこがありますんで、はい、行ってまいりたいと思います。はい。なんかこういうところにあるステップ状のところにあるこうなんか無機質なベンチも私結構好きですね。本当なんかジャブジャブ池じゃないですけど、結構これからね本格的な夏のシーズンになってくると思うんで、その時は結構子供たちでねここはもう本当に人気のある水遊び場みたいな感じになりますよね。だからもう中央線徒歩5分の水遊び場みたいな、なかなかすごいパワーワードですけど、はい。でこっちの方はですね立川総合病院見えてきて、あとはその、先ほどもちょっと申し上げましたが立川合同庁舎ということで、ハローワークと税務署だっけながある感じです。立川市役所はもうちょっとこの昭和記念寄りっていうか、そっちの方にあるんですけどね、なかなかこういうね素敵なグリーンスプリングスのね景観でございます。はい。これやっぱり水とね風が心地いいですね。はい。こうちょっとね座ってみますけど、なんか癒されますね。多摩モノレールが来ましたね。なんか都会なんだけど癒される空間。はい、さっきのねステップガーデンみたいなとこちょっと上がってみたんですけど、なんかこう素敵な予感しません？こうなんか目の前が広がってる感じ。来ました。こちらね国立昭和記念公園、このね緑が美しいですね。本当ね。で右側この災害医療センターっていうところでね、ありますと。でちょっと見えないですけど右手奥側に池もねありますけど、はい。いやこんな感じですごいね景観が広がってるんですよね、立川。はい。でこの災害医療センターあるんでやっぱねちょっと安心感ありますね。本当にヘリコプターも上に、泊まれるねヘリポートがあったりするんで、そう立川総合病院もそうですけど災害医療センターとか結構やっぱり医療面もすごい充実してるんですね。はい。スカイデッキということで、このスカイデッキはですねこうね座ることができるんですね。ここで座って
ちょっとこの辺でコーヒーとかテイクアウトしたものをこう、ね、楽しんで、立川のスカイデッキでぼーっとしましょう。結構ね、夜とか来るとね、ここもまたライトアップされて美しいんですけど、立川のもちろんデートスポットでもいいですし、なんかもう東京疲れたわって時にはね、ぜひ来てもらえると。で、あっちの方はもうね、高尾とかね、奥多摩の方ですよね。山々のこの稜線が見えると思うんですけど、この上にもね、なんかおしゃれめなバーとかありますんで、お酒とかもね楽しめそうなこんな素敵なデッキがございます。はい、ちょっとねスカイデッキが置いてきました。こちら確かねステージガーデンでやってましたけど、結構イベントとかねやってることが多いんですね。なんかライブ会場とか結構そういうね時にこうなんか賑わう形になりますね。はい。なんかこんな感じの、これもねアートですよね。ちょうど2020年からスタートして、こういった時代を引き継いでいくのかな。立川ステージがで、ノースリンクカフェっていうのが、こちらありますね。ここもなかなかパソコン作業しやすい、とこでございまして、なんか立川でちょっとテレワークしたいという時にもいいですね。窓辺のカウンター席もいいんですけど、はい。でそうこうしてるうちに駅に着けました。はい。ですね、このIKEAも立川駅から歩いていきます。で立川北駅の次がモノレール高松駅なんですけど、高松駅から歩いてもねあんまり変わんないぐらいなんで、もう立川駅から歩いちゃった方がいいかなと思います。はい。こちらね IKEA、 いやー本当 IKEA ねお世話になってますということで、当時は港北南船橋立川みたいなね、そんな感じでしたよね IKEA ってね。IKEA もインフレ化してなんかいろいろ三郷とかいろいろできつつありますけどね、やっぱりこの広くてねとても見やすいですし、あと IKEA のレストランから多摩モノレールも見ますんでね、さっきちょっと言い忘れました。多摩モノレールビュースポット IKEA のレストランもあります。っていううちにこう IKEA とね多摩モノレールのコンビネーション、もう立川感あるなっていう感じです。あそこの奥になんか立ち飛って見えますかね。立ち飛、もともと立川飛行機から、今はね立ち飛というね名前にこうなりまして、立ち飛ホールディングスということで、不動産賃貸やってる感じで、この辺りのやっぱり、大きな土地は立ち飛が持ってるという感じですね。はい。あと裁判所とか、あと立川警察署とか、やっぱりそういう公的機関は全部この辺結構集中してあるかなっていう感じですね。はい。これのなんかこちらのねアートも素敵ですよね。はい。なんか楽器を持ってねみんな楽しくおのおの演奏してるみたいな感じで、さっきのOS ドラッグの上にもありましたね。OS ドラッグもいたし、あとは南口にもね確かいたかなと思いますけど、はい、こんな感じで、IKEA の周辺ね結構ねのびのびとしたところとなっております。面白いのはですね、極地研究所ってあるんですね。南極か北極かのこの極地研究所ってとかあって、そこも見学できたりとか、あとはその地震体験ができるところとか、あとは国立国語研究所とかね、はい、なんかそういった施設もねあるんで、ここはですねレンタサイクル借りていろいろね回ってみるとね、いろんな施設巡り楽しいかなと思います。はい。
で一応そのIKEA行きたいっていう方にご紹介なんですけど、右側先ほどね紹介した立川ステージガーデンで、本当にこのまっすぐなんですね。もう多分迷わずに行けるかなと思います。この立川のねこのモノレールに沿ってまっすぐ歩いていけば、このグリーンスプリングスと IKEA にね、出れますんで、意外と、それだけでも結構一日楽しめると思うので、はい。じゃあちょっとここからせっかくなので昭和記念公園行ってみましょうかね。じゃあ昭和記念公園にね行きます。はい、それではですね、この本当にもう立川駅があそこなんですけど、本当もうすぐ歩いたところに昭和記念公園あります。はい。で時間がですね、有料エリアは5時で終わりますんで、そう結構立川タイムって早いです。だいたい5時でまず昭和記念公園の有料エリアが閉鎖して、お店もだいたい8時ぐらいでなのでもうね、良い子は早く寝ましょうということで、ちょっとそういうね、タイムマネジメントが必要かもしれないですけど、すごい広い公園でございまして、日本庭園とかもあるんですね、奥の方行くと。であとはその本当に四季折々のね、いろんなお花とかも見れたりとかして楽しいです。中にプールとかあったりとか、あとはバスのね電車みたいなのもね走ってます。規模感なんですけど、昭和記念公園の今こう地図ありますよね。でこの立川ゲートってあるんですけど、ここの辺りまでは、無料エリアなんですね。この夢広場とか、私この冬の庭が好きなんですけど、ここちょっと後で行ってみますね。はい。ここだけでも十分。ここだけでも十分で、ここもねあるんですけども、はい。で立川駅からね歩いていけるんで、あとは西立川口っていうのがあって、それがねこれなんですね。でこれが全体図なんですけど、今のここの赤枠だけなんですよ。拡大したのめちゃめちゃ広いんで、はい。もうね公園好きだったら立川住んだ方がいいですね。はい。で西立川口だって、これは西立川駅からすぐ改札出てこう行けるので、立川だとちょっとこのね池まで歩くので、もうちょっとショートカットしたいって方は青梅線乗って西立川口から行ってもいいんですけど、はい、そんな感じですね。でちょっと今これから歩いていくんで、だいたいどんぐらい広いかなっていうところをねちょっと見てもらえるといいかなと思います。はい。フラワーフェスティバルとかやってますね。ネモフィラが咲いてるのかな。この辺は本当にもうレジャーシートとか持ってきて、本当くつろいだりとか、あとはそのね子供たちのボール遊びとかバドミントンとかね、すごい楽しみですけど、こういう感じの本当ね素敵空間が広がってますね。これなんかどこでもドアみたいなあって、もうインスタいらっしゃいみたいなもうインスタ撮るしかないよねっていう感じのおしゃれスポットが公園の中にね点在してます。はい。で一応ねお手洗いは今の入り口のとこか、あとその奥の見える、建物にもあるので、あとそこの白いなんていうかな、ちょっと変わった煙突みたいなオブジェがあるんですよ。そこにもトイレがありますね。はい。本当中央線徒歩数分でこれだけ広い公園あるってないですよね。中野のね四季の森公園、あれも広いなと思いますけど、全然もうそれを凌駕するぐらいの広さなんで、ぜひね、自然が好きな方来てみてください。はい。ワンちゃんとかも気持ちよさそうにね過ごしてたりとか、あと結構駅からね歩いてそこら辺の縁にこうちょっと座ってぼーっとしたりとかするのもいいですし、
あとそのさっき紹介忘れてたんですけど、立川は結構オリオン書房とか書店がめっちゃ充実してるんですね。本の街でもあるんですね。はい。ルミネにも入ってますし、パークアベニューっていうところも入ってますし、あれあれは抜けちゃったのかなとかね、いろんなとこに本屋さんある。で特にあれですね、高島屋の純駆動書店はもうすごい広いんで、ニトリ並みに広いんですよね、書店がなので好きな本買ってきて昭和記念公園で読書とかね、ほんとそういうライフスタイル送れちゃうんですよ、立川って。はい。で結構こうやってヘリコプターとか飛んでること多いんですけど、やっぱりそのね駐屯地とか、あとその災害医療センターとかあるので、やっぱそういったとこに、飛び立ったりね、着陸するような、そういうのもちょっと多いですね。はい。で今からちょっと行こうかなと思うのは、ここからですね、エスカレーター上がったところに冬の庭ってあるんですけども、そこちょっとね行ってみたいと思います。はい、こちらちょっとペンタのお気に入りスポットなんですけど、ここ結構ねぼーっとできてね、いいとこなんですよね。こういうところのちょっとベンチに座って、のんびり過ごすのもねとてもいいですね。これで見ると正面に見えるのは空のホテルですね。上に人が歩いてるんですけど、あれはインフィニティプールで合ってましたっけ、そもそもそう、プールがあったりとか、あとこっちにIKEA見えますね。はい、IKEAが見えますね。はい。こんな感じでちょっとね緑に囲まれた空間でぼーっとするのがね楽しいです。でちょっとこの奥に新スポットがあるんで、そこも行っています。やばいや、ほんとね風も気持ちよくて、ウグイスも聞こえてきますね、鳴き声ね。はい。あそこにはなんかね海外でありそうな、ああいうなんかオブジェみたいな建物、塔みたいなところ、あそこにトイレがあるんですね。はい。でさっき屋上、グリーンスプリングスの屋上を見えたのがちょっとねズームが足りないんですけど、その白いオブジェの真上あたり、あそこがさっき見たテラスですね。スカイデッキです。はい。じゃあちょっとここでゆっくりくつろぎますかね。今後も私の座れる休憩場所検索というサイトでもね紹介しているレストスペースなんですけども、はい、じゃじゃーんということで、さっきですね実は R ベーカーでパンをね買ってきたんですね。はい、スコーンとエピ買ってきましたんで、ちょっとこういったね、パン散歩にちょうどいい昭和記念公園のベンチでピクニックを楽しみましょうってことですね。はい、いただきます。こちらアールグレーのスコーンなんですけど、美味しいですねアールグレーが口の中で香っていい感じに水分を持ってきてくれるいやーほんとね気持ちいいですね。いやほんとここね、東京都内でね中央線の駅数分という、なんかそういうふうに言われるとなかなか信じがたいんですけど、こんなになんかのんびりしたとこないんじゃないかなっていう感じですよね、本当に。なんかあれですね、本当にファミリーとかね子供を遊ばせる場所たくさんあるんで、それこそ昭和記念公園も年パス売ってるんでね、年パスもそんな高くないんで年パス買ってもう子供を遊ばせるみたいな、いいですしね、親は親でねルミネとかグランディオとか
いろいろお買い物できますし、カフェもね楽しめるし、本当にだから立川で完結するんですよね。もう新宿行かなくていいやみたいな感じですよね。で私もね将来ねもう立川こもりたいなと思いますよ。ね、通勤っていう概念がなくなったらもう立川がいいなと思いますよ。はい、それではですね、立川の昭和記念公園のちょっと珍スポットです。こちら螺旋階段になってまして、これちょっとね見てください。こんな感じでね、なんかすごくないですかこれ。この螺旋階段、これだけ見て立川のどこかちょっと当ててもらうっていうゲームしたら面白そう。そうですね、これね螺旋階段があるんで、これですね、なかなかすごいですよね。おーって感じで。よし、ここ降りていくと、昭和記念公園のちょっとまた1階のね芝生のところ出れるんですけど、今日はなんか盆栽の展示みたいなのやってますね。この中もいろいろ絵画だったりとか、あとはそのフラワー教室とかいろいろまたやってるんですけど、ね、あちらのなんかこの伝統も素敵ですよね。昭和記念公園の有料ゾーンの入り口あたりまで行ってみましょうかね。はい、立川といえばレールガンですね。はい、立川市内でも結構ね見かけますね。こちらのですね大通りを渡る橋、これを越えていくとですね有料ゾーンになってきますね。立川ゲートの方になってきます。でちょっとさっきですね説明忘れたんですけど、昭和記念公園の中で川流れてるんですね。それもねまた趣がありまして、これですね、こんな感じで川が流れてるんですよ。でこれザンボリ川ですね。ザンボリ川の狭山にある池から、水源としてこうザンボリ川流れてるんですけど、ちょうどこの川沿いのところと結構桜が綺麗に咲いたりとかして、でザンボリ川ですね、ここ青梅線の軌道を越えていくとなんかねスプラッシュマウンテンみたいなねところあるんですよ。そうザンボリ川の立川のね段丘のところに崖みたいになってて、そこのところスプラッシュマウンテン張りみたいなところなんでそういう写真載せるんですけど、そこを越えていくと、多摩川の方に行きますね。多摩川でぶつかって、で近く根川緑道つってまた春は桜が綺麗なところがあるんですけどもね、そんなところ流れるね川もありますと。ここもですね本当にもう片側2車線の大きなね通りになってまして、車もね走りやすいですね。この辺もねサイクリングしてても気持ちいいですね。こうね、こうやって綺麗にやっぱ整備されてるんですね、再開発で立川って。ちなみに今の道まっすぐ行きますと猫神社がありますね。立川に住まれてたなんかアーティストの猫ちゃんがいなくなっちゃって、神社でね戻ってきますようにってお願いしたらちゃんとね自分の元に戻ってきたっていうことで、そういったことでちょっと猫神社なんて言われ方をしてますけど、こんな感じですね。すごいこうなんか抜け感ありますよね、まっすぐね。素敵なところでございます。噴水のね、ところちょうど手前側にバリケードがありまして、立川ゲート入っていくとね桜はね、春は桜は綺麗ですし、季節ごとによってねやっぱ色とりどりの、色づきを見せてくれる木々がとてもね楽しいです。
ここはちょっと写真とかで補足したいと思いますね。ちょっとねあそこまで行っちゃうとね、私もちょっと体力がなかなかきついんで、すいません。ちょっとあと写真ねこんな感じで載せておきますけど、はい、とてもねいいところでございます。はい、ちょっとねあけぼの橋の交差点戻ってきたんですけど、ここからドン・キホーテの裏あたりって言いますね。さっきちょっと紹介も出たんですけど、この、分岐路があるんですけど、分岐路の奥の方に煮干しラーメンの専門店があって、春樹っていうんですけど、そこ結構美味しいですね。ドロドロの煮干し好きだったらすごいいいと思います。あとはヒラっていうインドカレー屋さんがあるんですけど、そこも結構、いいとこですね。はい、はい、ちょっとじゃあね、ホテルエミシアっていうのが右手に見えてくると思います。ビッグカメラのね裏手側からもね入ることができますね。はい、ちょっとじゃあこの辺をまたぶらりしてみましょうか。この緑川通りまっすぐ行きますと国立方面のねとこに行けるんですけど、途中でちょっとこの大きな通りっていうのは分断されてて、ちょっと住宅街を抜けて国立に行くみたいな、そんな感じですね。はい、じゃあちょっとここから路地に入っています。ここもなんかイタリアのねレストラン夜にぎわってますね、結構ね。はい、ちょっと北口のところぶらりしてみましょうか。この辺りですね、立川競輪場がありますね。はい、立川競輪があります。ここからまだ15分ぐらいかな、歩いたところなんですけどね。はい、そんなとこはねあります。でもなんだろう、競輪場ねもちろんにぎわう時はにぎわうんですけど、そこまでなんていうかな、治安が悪化するとかそういうのはあんまり感じられないかなっていう私の印象ですね。はい、ですね、このさらにもっと奥の方行きますと、立川バスっていうのがあるんですね。立川バスのなんか2階に上がったとこにミュージアムみたいのがあって、立川バス好きならぜひ寄ってくださいそうなんかねいろいろグッズとかね買えるとこありました。立川バス健康保険センターがそのあたりですね。はい、だってねここすごい気になってるんですよ。ベースボールっていうね本当にもうなかなか濃いですよね。カツカレーとかサーロインステーキとかなかなかね濃いんですよ。なかなか濃いお店で、なんかね美味しいらしいんですけど、ちょっと私入ったことなくて、行ったことあるよって人いたらぜひ教えてください。なんか誰かと一緒に行きたいなって思ってて、なんかちょっと機会逃しちゃってる感じなんですけど、はい。ドン・キホーテがすぐ右手側なんで、お寿司屋さんとかで、またすいません、このちょっとまた裏へ行くとお風呂屋さんがあるんですね。銭湯があったりします。スナックバーとお米屋さん、ここなんかサバサンドイッチのお店がありますけどね。はい、シネマ通りですね。シネマ通り商店街サムライキッチン。でも本当なんていうかな、大きな通りとかね、さっき人が結構にぎわってますけど、一本やっぱ路地入るとだいぶ静かですよね。こうなんかおしゃれな感じの中華そばのお店だ。あとねここ結構雑貨屋さんかな、カフェですね。カフェここからっていうところで、なんかすごいね焼き菓子のいい匂いしますね。
お弁当とかも売ってるんで、あ、これお弁当買ったらな、昭和記念公園とかで食べるといいかもしれない。店内はイートインスペースないので基本テイクアウトですね。はい、はい、立川にも水族館がありますということで、多摩水族館立川店、吉祥寺にもねどうやらね店舗があるみたいなんですけど、あ、いろいろほら金魚とかね鯉とかたくさんいますね。ほんと水族館みたい。あ、メダカとかも結構いますよ。なんかでも結構老舗なんですね。なんか昔からやられているような感じで、ね、吉祥寺店がすごい気になる。吉祥寺散歩私しましたけど、見かけましたかね。どうでしたかね。はい、ということで立川のね水族館でございますね。はい、ちょっとねここをね紹介したいなと思ってたところでございます。はい、あとはお寿司とか料理屋さんとか、あ、見えてきましたね。立川シネマ通りでございます。はい、そしたらですね、ちょっと立川の北口の繁華街ですかね。はい、気になる方もいると思うので、はい、ちょっと見ていきますね。まあ、夜の街ですね。まあ、かつてそのね、米軍がたくさんいた時はやっぱりキャバレーとかスナックとかねすごい、盛り上がったそうですよ。でそこにですね新保パンっていうね、お店がありまして、ここのねバインミーがねすごい美味しかったですね。この中はですね結構ねカフェで若い女の子が結構いらっしゃいましてですね、まあ美味しいパン屋さんでございます。ちょっとこう自転車のね車輪の、看板なんですけどね、なかなか、はい、他にもパニーニとかハムチーズとかいろいろねドリンクセットとかもね、はい、楽しめるんで、ぜひちょっと北口散歩、ね、ドン・キホーテあたりに来たらちょっとこういうとこ寄ってみるとねすごいね楽しいと思います。はい、なんか会釈してくれたんで、はい、どうもありがとうございました。はいまあちょっと夜の街感が出てくるんですけども、まあその中でもちょっと一風変わったとこあります。はい、この右手が入ったところですね、屋台村、屋台パラです、屋台パラかっていうのがねあったんですけど、それちょっともう少しこのいい感じの雰囲気に変えて、このフードマーケットができたんですね。はい、ちょっとおしゃれ感出してきたみたいな感じで、まあ、こちら洋食屋さんとか、おでんとか、なんかアラサーアラフォーアラフィフ喜びそうなお店結構多いですね。春巻きのニューヨークっていうとやっぱ餃子、ジャンボ餃子が結構立川でねニューヨークって美味しいんですけど、春巻きもやってるんですね。こんな感じでカフェテリアっていうか共通のテーブルがあって、そこでなんか好きなのをね食べるみたいな、タコスとか中華料理とかいろいろこういう感じで結構楽しそうだなと思いますね。なんかね、あとはここのね餃子会館ってこれもすごい気になってるんですね。私ね食べたことあるよって言った方いらっしゃいましたらぜひコメント欄とかでね、教えていただきたいなと思うんですけど、なんか最近餃子推しが多い気がする。はい、ちょっとね夜の街、フレッシュオレンジのねスタンド最近また見かけるようになりましたね。前は経堂とか武蔵小金とかで見かけましたけど、ここもなんか広い空き地ですね。なんか開発されるんでしょうか。
この辺はガールズバーとかね。あとこの先ほどもね多摩川とありましたけどね、創業昭和46年の、ね、ハムカツレバ刺し、この焼き豚とかすごい美味しそうですね。本当に行ってみたい。この辺結構やっぱ飲み屋とかね、炉端焼きとかそういうお店が見えてきますね。はい、こちらにですねカプセルホテルが、あるんですけども、ここのですね1階にラーメン屋さんがありまして、これですね人気投票ナンバーワントリュフの塩ラーメンって、これですねラーメン楽観だよね、楽観ってとこなんですけど、これ結構ね有名ですね。私これ食べたことないんですけど、結構立川行かれた方はここおすすめだよって言われたんで、ぜひちょっと行ったことあるよっていう方いらっしゃいましたらね、教えてください。はい、醤油ラーメンとかでね。でここにインドカレーがあったんですけど、ここはなくなっちゃったですね。ラムと野菜っていうお店になってます。はい、あけぼの陸橋、ニュートンというその洋食屋はこちらですね。はい、こちらのですね洋食屋さんすごいね素敵なところで非常にね美味しくいただきましたけどね、いいかなって思います。一応折り返すはい、あとこのラーメン屋さんも結構長くやられてたと思うんですけどね。はい、さっきのその春巻きのニューヨークってあったんですけど、ここはね餃子のニューヨークってことで、インスタとかでなんかジャンボ餃子って結構立川出てくるかも。もちもちのね、一回なんかランチかなんか食べましたね。本当にこの自由の女神餃子が刺さってますけど。はい、中央線が見えてまいりましたね。これね、でこの右手側がね郵便局になりまして、立川郵便局で、土日もですね悠々窓口がありますんで受け取りもできますと。あとはですねこの郵便局の奥のところに新しい、ビルができましてですね、こちら S キューブっていうんですけどね、はい、これが2つ立川に何回か行ったことある人はねこちらのビル多分知らないっていうか、あんまりね新しいビルなんでね、はいってことなんですけど S キューブっていうことで、ちょっとテナントがまだ入ってないですね。はい、テナントちょっと入ってないんですけど、こういった感じのビルができました。はい、そうですね、私も前行った時もテナント1個しか入ってなかったんだよな。大丈夫かな。ちょっと結構駅近くですからね、需要はありそうですけど、はい、はい、こっちの方に来た松屋の方ですね。ここにも玉川食堂とかなんかこれなんかそうだな、つくねとか生姜焼きとかいいですね。これね、生姜焼きちょっと食べたいなって時とか。はい、こんな感じでですね北口だいたい回ってきたかなと、はい、思います。またお会いしましょう。はい、それではさよなら。
す。